普段自分ではつけない竹長でございますが、今回はこのミラー型ドライブレコーダーを取り付けていきます。私が頑張りますよ。ここにシガーソケット用の電源と GPS がございます。でさらにリアカメラの配線があるので、配線通しからやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんにとってドラレコを自分でつけようかなと思ってもなんかめんどくさいなって思う方もいらっしゃると思うんですが、結構ね、やろうと思えば簡単につけられると思うので、何かの参考になればいいなと思いますので、最後までご覧ください。ミラー型のドラレコを買うときはシガーソケットの配線の長さがだいたい3メートルがセオリーかななんて思っているんですけども、 FK7 の場合はこの奥まったところにシガーソケットがあるので、ここに差し込むような形でうまいこと配線できたらいいなと。ミラーの方はこのようにつけてしまいまして、で結構ねやっぱ不格好になっちゃうんですよね、この辺が。なのでそれはもうしょうがないなとは思います。ただね、しっかり一応くっついてるって言えばくっついてまして、後ろのゴムバンドで固定するような感じなんですよ。電源の方がタイプ C になってまして、上のタイプ C って書いてあるところにブツッと差し込みますと。で差し込んだ後にもうあとは埋め込んでいくだけなんですが、そこまでね難しくはないのでいいかなっていう感じで、とりあえず個人的なコツなんですけど、最初に配線を通す場合なんですけども、ミラーをですね一番下に下げた状態で配線を仮止めしていくのがいいと思います。なぜかと言いますと、ギッチギチにやってしまったりとか、例えば自分で位置調整するじゃないですか。その位置でギッチギチにやっちゃうと、いざなんか調整して下の方に戻した時にここがビローンつって伸びきっちゃったりとか、ちょっと最悪だなって思っちゃう時もありますので、私個人的には一番下に向けた状態で配線をどんどん隠していった方がいいのかなとは思っております。で FK の場合はね、なかなかね配線隠ししやすくて、この天井の変な生地あるじゃないですか。こういうところの裏にバタバタ差し込むことができるんですよね。で工具も基本的には個人的な指とかでいけると思うんですけど、ただピラー通しの場合はエーモンのなんかクリップ外しとか、なんか平らなヘラを使ってやった方がいいのかなって思ってます。さあ行くぞ。できるのか。この辺がね取っかかりが結構辛いのよね。スタッフエーモンのオレンジ色のやつ、このようにですね外側に向けて配線していきます。でここからですね、ありがとうございます、ゴムで隠すような感じで、このねゴムパッキンみたいに一回全部外しちゃいますね、このように。で外してこのピラーの間にうまいことねこうやって差し込んでいくと。で下の方に向けて通していくと、素早く綺麗に収まっていく感じだよね。わしってこれが45歳ですからね。はい。でどうしても通すじゃないですか。通した後にここ見てください。このサイドのエアバッグって書いてあるところなんですけど、ここにね必ず余っちゃうっていうか見えちゃうんですけど、これもヒュッて押し込めば軽々と入っていきますので、比較的この辺りは楽に締まるんじゃないかなとは思います。でさらに下の方までずっとゴムパッキンを外しながら間の方にビシバシ入れていきます。でちょうどダッシュボードの終わりっていうか付け根のあたりが終着地となっておりまして、ここあるじゃないですか。ここにね間があるんですよ。この中に配線をぐるっと通していきます。ほらスッと入っていくんです。スッていく。私の HKS のフラッシュエディターみたいですね。スッていくんですよ。スッてもうこっちのゴムパッキンの方は不要になりますので、このまんま閉じていけば、上からやってった方がいいかな。入れふれほはつって、昔の人だったらこのハンバーグの CM が大きくなるんだぞつって。まだちょっと軽めつけていかないとな。終わりですか？まだほんとね、この作業員たちってね自分がやらないとチャッチばっかり入れてくるんですよ。ほんと
配線の方が隠れていったかなっていう感じでございますね。さあこの下なんですよね。ここまで通してきたんですけど、今度はこの奥までね持っていくことができそうなんですよ。でぐーっと持っていってグーみたいなちょうどね発煙筒があって、発煙筒の後ろまで持っていきます。でフロアマットのさらに下になんか布の床マットみたいのがあるんですけど、その中に配線を埋めていくような感じですねすごい水ぼうらしい格好ですけど、でこのように少しずつ埋めていくことによってだんだん隠れていくんじゃないかなってイメージなんですよ。でここまではもううまく隠せるんですけど、 FK7 の構造上もう仕方がないのが、シガーソケットから配線がねこの辺りこうなっちゃう。これはもう個人的にはしょうがないかなと思うので、これは私の妥協線でございます。なのでそこまではこのコンソールの内側に結構諭吉じゃないやなんだっけ隙間があるのでだいぶね通しやすいんじゃないかなと勝手ながら思っております。はい、このような感じで一応埋めることができました。かなり辛いよこれ。潜るのが大変だなって思う。やべえ息が上がってんで辛いんだよこう仰向けになってんの、こうやってやるわ。結構大変なんだよな嬉しいってでもどうですか、じゃあエキストラの吉本さん、この配線隠しのクオリティはGPS の方をつけていきたいんですが、これなんかしないですけど GPS ついてるんですよ。なので GPS のアダプタ的なものは多分この辺りかな、イメージ的に。そこにつけてるだね剥がすじゃんどうせ。やべえ、こういうの悩むんだよね。こっちかな。このような感じでポコってつけていきまして、隠したいんですが、ただ GPS のこの長さもだいたい2メートルぐらいありそうなので、好みによってはダッシュボードの上につけちゃっても、悪くないのかなとは思いますね。上のガラスにつけるとしたら、この配線がめちゃめちゃ隠さないといけないか。はい、こんな感じで GPS がつきましたよ。さあ次行こう。次がね一番の難易度が高いギアのバックランプ連動でバックギアに入れるとバックモニターとしても使えるよってやつなんですけど、私はね基本的にそれはいらないのでこれはスルーいたします。ということで、はい、吉野さんここにビニールテープぐるぐる巻いて。なかなかね大変なのよ、一つ作業するっていうのも面白いけどぶっちゃけ大変、癖毛なんですよ。でね、最近ねやっぱねここ剥げてきたなと思ってね、やばいなっていう感じ。はい、じゃあこれやっていきます。これがだいたい5メートルぐらいゆとりがあるそうなので FK の場合はもう十分です。私の場合はリアハッチのガラスの方につけますので多分余裕でいけると思います。さあやり方はもうほとんど一緒で、また上の方にかましていって、今度はここだね、ここのラインをずっと通していって後ろに持っていくっていうイメージでございますね。さあ真ん中の AV インっていうのがありまして、ここにポコッとつけていきます。でつけていきましたらまた配線の方をビチビチっと隠していくっていう感じだよな。わしずわしずでもできんじゃないか安ずはどうだろう。ゴムパッキンをもう一回ベロンって剥がしまして、ここの間にねこう入れていくことができますので、このように埋めていきます。でなんだろう、人によってはもう埋めてる途中にゴムパッキンも一緒にポコって入れていくのが
まあ楽だよっていう人も中にはいるんじゃないかなとは思うんですよね。私もその口かな。だからゴムパッキンの間になんかボコボコって入れてブスって刺してもいいのかもしれないですね。そうすると結構簡単にうにょうにょって入ってくれるので比較的楽になるのかな。で今度はこの辺り内側にゆっくり差し込んでいきます。ここまではね手でいけるんですけどちょっときついのでこのような平型のヘラかなんかでねこうやって軽く押し込んでいくと本当にね軽くで大丈夫です。ゆっくり軽く押し込んでいくだけでひょこひょこって入ってくれますので今度はリアのゴムパッキンの方にかまさっていくっていう流れですね。同じようなフロントと同じような感覚でいってつった痛いけど今外したら大変なことになる。そう耐えろ、耐えてくれ。ちょっと落ち着いたか。ついた。やばい、これが感情に出てるな、ね、よいしょ。そしたらこのまんまねいけんのかなで埋めていきまして、よいしょ。ちょっと足組んでいいですか。はい。でゴムパッキンの最終地点はここになります。ちょうどねこの曲線描いてるところとプラスチックのサイドなんちゃらエアバッグって書いてあるところのプラスチックの部分ですね。ここが分岐点となってさらに中に押し込んでいく。ここね結構簡単なんですよね。スーっていくけどここまで来てポイって投げちゃう。よしはい、お前やっとけよみたいな。これで私の作業終わりです。ずるいでしょ。先ほど通してきた線をどんどん余ってる部分を隠していきまして、でちょっとむき出しになっちゃうんですが、ここのプラスチックの部分を配線をグーって伸ばしてきて最終的にここにつながっていくっていう感じで、この中カバーの中に配線を隠していくっていう感じでここ少し開けているっていう状態なんですよね。ちょっとした配線隠しのカバーをつけまして、でその後ピラーと申しましょうか、プラスチックの裏側にですね配線を隠していってすんなり真ん中のここにたどり着くことができるのでしょうか。はい、ということで配線隠しの方がうまいこといきまして、このような感じになりました。なかなかねいい感じでピタッと止まってくれて、いい感じで隠れてくれるんですよね。まあこのような感じでリアのハッチのガラスにつける場合は簡単に伸ばせることもできるのかなっていう感じ。これがねすごく得点高いですよね。一旦ですね点灯チェックの方をしていきたいと思いますので、さあどうだろう。おっとモニターがついたけど、映ってる、もうこんだけ見れればもう個人的には十分かなとは思います。あとは本付けしてどうなるかっていうところですね。あと時刻の方びっくりしましたね。自動的に同期してくれましたね。やっぱり GPS つけてるからかなっていうイメージはあります。さあ最終局面のこの配線を隠して完成という形でございます。完成いたしました。このような感じで配線隠しもできまして、非常に綺麗な仕上がりではないかと私は思います。でさらにですねこの中をずっと配線を通しまして GPS とリアの配線プラス電源配線もねここからビヤーって隠して取ることができましたので、これにて完成みたいな感じですよね。なかなかね見栄えもすごくいいと思います。ちょっとお見せいたしますね。これ画質は若干落ちますけど、悪いやついる。いる変なのがいる。あ、タッチできるんだ。タッチセンサーなんですよ。で確かね指で上下するとほらあ、へえ。後ろに下がったりしたり、スライドとかするとこれフロントでフロントとリアが見れるっていう感じで、もうフロントの方はねもう FK だとこのサイズね全然合わなくて結構ギリギリなんですよね。あ、ここにカメラついてるんですか。そう、夜白飛びしなきゃいけないね。それが問題ですね。どこまで見れるかだいぶ見やすいんじゃないかなと思います。これがフロントのカメラで
でこっちがリアなんですけども、だいぶ見やすいんじゃないかなとは個人的に思っております。で特に私が一番意識しているのがリアの方なんですけども、これが全面的な感じでだいぶまだ明るいかなっていうイメージはあるんですよ。ただここの今出してるプラスマイナスあるじゃないですか。これをですねこうやってスライドしていくとこのように眩しくなったりとかするんですけど、一番マックスはもうかなり眩しいなっていう勢いがあるので一番マイナスにしております。昼間になると多分変わってくるとは思うんですが、これでもだいぶ見えないことはないと思うんでいいと思うんですよね。ちなみに後ろちょっと曇ってるんで何とも言えないんですけども、白飛びがあんまりしないだけマシかなっていうのが正直な感想です。これで1万円弱であれば、つける価値はあるんじゃないかなと、勝手ながら思っております。ちょっと気になるところも実はございまして、このようにですねちょっとはみ出たりとかちょっといびつな形になっちゃうんですよね。これはどう改善してもちょっとダメでした。というのもこちら側にですね、これ見えますか、これフロントカメラがついてるんですけど、どうしてもね干渉しちゃうんですよ。よって右の方にずらしていかないと厳しいかなっていう感じ。ゴムバンドでも固定してちゃんと固定はしてるんですけど、このようないびつな形になっております。ここ飛び出してる部分はスライド式になっていて、スライド式で思いっきしですね右の方にずらしていかないとフロントカメラの方がこのように飛び出ていかないっていう仕様なので、これがちょっと難点かなっていう感じ。だからこの見栄えを気にする人であればちょっとおすすめはしませんが、別にいいんじゃないっていう人に限ってはこれでもいいのかもしれないですね。